んにちは。本日は第86回世界お茶のみ話にお越しいただきまして誠にありがとうございます。当協会の理事長である添田真由より挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今月もまたたくさんお越しいただきましてありがとうございます。今お話ありましたように86回を迎えました。これからも私たち国際交流ということでいろんな国をご紹介していきたいということで頑張っておるところでございます。で今日はですねモルドバという国ですけど、東欧になるかと思いますけれど、本当にお隣がウクライナで本当に受け入れも大変なことだったろうと思います。で私もそうですね、東欧は解放になりましてから何度か行きましたけれど、非常に大変な時代を経て、そして、ロシアという国との、いろんなことがあったと思うんですけれども、またモルドバはですね、私たちの国とあまり馴染みが深いということではないかと思いますけど、以前前岸田総理大臣が、伺っているようでございます。で今日はですね本当に、日本全体でも150人しかモルドバの方いらっしゃらないようでございます。でまして今日話してくださいレネさんですね。それで今日はわざわざ、東京の、大使館モルドバの大使館の方から、ホルモデル書記官が来てくださいまして、また違った角度でですね、いろんなことを私たち勉強できるのではないかなというふうに思います。でやはり、歴史的にも古い国でございまして、特にワインは5000年も前からの歴史があるということでワインはまだ新しいですけれど、本当に歴史をたどれば私たちが本当に何かのルーツに出会うんではないかなということで、今日の歴史を私胸ワクワクして、いるところでございます。私もルーマニアまでは行ったんですけど、そのところのモルドバまでは行っておりません。でもいろんな、国を渡り歩いていきますとですね、いろんな人との出会いもあります。私はモルドバ初めてでございますけれども、亀有の方にモルドバの料理店もできたようでございますし、ワインもとても美味しそうですので、ぜひ私も生きて行ってみたいなと思っております。今日はお二人にいろんなお話を伺いたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。次にですね、本日、先ほどもおっしゃられているように、駐日モルドバ大使館の方からセルジオさんにいらっしゃってお越しいただいております。挨拶と自己紹介の方よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。My name is Sergio. I'm from the Embassy of Moldova, and I come here today in Tsukuba to support Erena's son and her daughter, and to in this presentation of Moldova, which we will talk a lot about everything there is to know. So feel free to ask questions after the presentations. I will, together with Erena's son, we will try to answer all of your questions. So feel free to ask as many as possible. Thank you. 今お話しいただいたことを通訳させていただきます。私は在日モルドバ共和国大使館から参りましたセルジオ・ホルコデルでございます。本日エレナさんとお嬢様のお手伝いということでつくばの方に行ってまいりました。で本日プレゼンテーションの後にですね、いろいろお聞きいただいて、エレナさんとともにいろいろモルドバのことについてお答えできればと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、今回の講演の方を始めさせていただきます。今回モルドバ編として、
内藤エレナさんにお越しいただいております。では自己紹介も含めてどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Thank you for coming here today. My name is Elena, and I live in Japan for the past 19 years. For the first 4 years, I lived in Kashiwa, the Chiba prefecture, and then I moved in Tsukuba in about 16 years ago. It is a pleasure for me to present my country for the first time in Tsukuba. As of today, there are only 2 people from Republic of Moldova living in Tsukuba. よろしくお願いいたします。The first introduction is going to be made by my daughter, Amrita. And she is going to speak in Japanese. However, I see that everybody here speaks English and understands English, so I'm very happy for that. Thank you so much. こんにちは。先ほど紹介されてますけど、今日講演していただくメイクエレナの娘、メイクアムリタです。よろしくお願いします。ただいま私は、日本に生まれ育ったので、ずっと日本でも教育を受けてきて、ただいま高校2年生です。すみません、もう少し声が大きく聞こえます。大丈夫ですか？はい。こんくらいだと聞こえますか？聞こえます。マイクの角度を、はい、この方が大丈夫です。ありがとうございます。はい、じゃあ早速始めたいと思います。はい、今紹介させていただいたと思うんですけど、モルドバはご覧の通りルーマニアとウクライナの間にある国ですね。西はルーマニア、東と南はウクライナと国境が接しております。で日本からは約 8500km 離れており、飛行機で行くと約13時間かかるんですね。足が本当にしびれます。でモルドバは、旧ソ連の構成国でありましたが、1991年にやっとソビエト連邦が独立を獲得しました。さらに2022年7月より EU 加盟候補国となりました。次に主要データです。モルドバの正式名称はスライドの表紙にあった通りモルドバ共和国です。首都はキシナウ市であり、その人口は81万4000人です。モルドバ全体の総人口は260万人です。で国の大きさとしては、面積が3万3843平方キロメートルと九州よりやや小さいくらいです。公用語は、もちろんルーマニア語です。で通貨はモルドバのレイであり、価値は100ドルあたり1762レイ。日本円でいうと約1万円くらいとなります。日本との時差は、7時間後ろにあり、サマータイムは6時間です。で書かれていないのですが、気候は温帯大陸性気候で、夏は長く時々35度、最近は40度とかにも達することがあります。夏は本当に暑いです。でも、日本に比べたら湿度が本当に低いので、もう30-40% あるので、つくばの 80% は本当に大違いですね。はい、次に国内にある民族について話します。2014年のデータによると、モルドバ共和国の人口は、約260万人おり、その中ではモルドバ人、ルーマニア系が3分の4、75.1% です。スライドでは違うんですけど、ただいまそうです。で、その次にウクライナ人が 6.6%、ロシア人が 4.1%、
ガガウス人、トルコ系ですねが 4.6%、ブルガリア人が 1.8% とその他で構成されております。国内で話されている言語についてです。モルドバはソ連に支配される前までは、ルーマニアの一部だったので、ルーマニア語が 78.6% と公用語とされています。だが、旧ソ連の影響でロシア語が 14.5% と次に多く残っています。あとは、ガガウス語、トルコ系の言語が 2.7%、ブルガリア語が 1%、ロマニ語が 0.2% とその他 0.3% が話されております。で、モルドバについて知っておけるべきことはご覧の通りです。まずは地理的に、そして文化的にユーラシアに近接しております。ここが大人にとっての推しポイントだと思うのですが、世界のトップ10に入るワイン観光地です。で、モルドバは先ほど言った通り、あまり知られないので、混雑から遠く離れた未開拓の観光地となっております。あと、先ほどのスライドで言った通り、ル民族から構成されております。で、四季いつでも楽しめてそれぞれの特徴があります。これはただ後で話します。あと前にある資料でも見ていただけるので発表の後ご覧になってください。で、あとは、本物の体験、これは田舎美食や自然が、どこでも見られます。最後に全域での優れたインターネット利用環境が整えております。次は、首都についてです。モルドバの首都はキシナウであり、国内の最大の都市です。国の政治、経済、産業、商業と文化の中心地となっております。国の中央に位置し、モルドバの2つの川のうちのワク川に右側に広がっております。キシナウが15世紀にまでわたる豊かな歴史を持っていて、中世には貿易と文化の重要な中心地であり、旧ソ連の一部となる前はロシア帝国、オーストリア、ハンガリー帝国、ルーマニア王国の一部でした。キシナウの建築の特徴としては、ソビエト時代のアール・ヌーボーと新北天主義のスタイルが混ざり合っています。緑が豊かで多くの見物は白い石灰岩からできているため、白い石の町という名称で呼ばれることがあります。首都には、今映し出されているキシナウ門と市庁舎、国会議事堂、ステファン大帝記念碑、ここは、首都の中でも有名な集合場所として使用されています。あとは大統領官邸、政府庁舎、国立劇場と中央郵便局など数多くの歴史的建造物が置かれています。それがキシナウでした。次はモルドバの教育制度について少しだけ話します。主な教育制度の流れは一緒になるのですが、少しだけ異なる点があります。まず幼稚園が義務化されていないんですね。で、幼稚園は3から6歳まで通うことになります、行く方は。で、小学校と中学校はどちらも義務化されて、ここが日本と地域異なると思うんですが、小学校は6から11歳で、1から4年生まであるんですね。6年間ではなくて。で、その後中学校が、5年生から9年生まで通うことができ、
その後この間の学校もあるんですけど、高校が、10年生から12年生まで通うことになります。で、中学校は義務化されているのですが、その中学校ではなくもっと専門的な学校に行きたい子は、ジムナジウムという学校に行き、また高校でも同じ、選択ができて、専門的な、教育が欲しい方はイセムという学校に通うことができます。はい、で、大学は、通いたい方ができます。はい、次は、交通機関について話します。モルドバでは4種類の交通手段が主にあり、これは、国のものとして、航空輸送があります。この国の主要空港はキシナウ国際空港で、国で一つしかないんですね。空港は、小さい国なので行き届きます。で、首都の中心部から 13km 離れており、500万人の乗客を収納でき、世界中の40の目的地へのチャーター便と定期便を運航しています。次は、鉄道輸送です。鉄道は国内を走り、主要都市を結んでいます。キシナウから始まり、北から南へと走ります。外部の鉄道はウクライナとルーマニアと直流しています。はい、これは河川輸送です。ブルート川とニストル川、モルドバの2つの川は、航行可能ですが、河川輸送は国の交通システムにおいてほとんど役割は果たしていないんですね、実は。で、次が、道路交通です。これが一番一般的な交通手段で、最高速度が時速 130km の国道って言われるんですけど、大体高速道路、日本でいう高速道路ですね。で、最高速度が時速 50km の地方道路もあります。これは、バスですね。このバスは、本当に安くて、首都を、回っているバスです。でも、最近は、整備されてきているのですが、まだ昔のバスも残っていて、実際に、この夏初めて乗ったんですけど、本当に混んでいます。で、あとは、首都を、回るこのキシナウので使える、タクシーもあります。これも、そんなにバスと、値段が変わらないので、これもよく使われております。はい、で、次は、日本との関係です。農業分野、ウクライナ難民危機、エネルギー効率、医療など幅広い分野で支援を、行っています。で、2023年には日本政府から、約100億ドル分の財政支援ローンが提供されました。モルドバ共和国大使館は、ウクライナ難民の支援のために海外にあるすべてのモルドバ大使館と比較して日本人から最も多くの寄付金を受け取りました。つくばにある JAXA とモルドバの工科大学、TUM の協力について話します。TUM ナノ衛星は JAXA と UNOOSA 共同の希望キューブプログラムの枠組みの下、モルドバ工科大学 TUM が開発したモルドバ初のキューブ衛星です。で、TUM ナノ衛星は2022年8月12日に希望日本実験棟から放出されました。希望キューブは国連の持続可能な開発目標 SDGs、 特に目標の4番目、質の高い教育をみんなにと目標の9番目、産業と技術革新の基盤を作ろうに貢献し、開発途上国における
宇宙関連技術の向上に貢献することを目指しています。宇宙航空研究開発機構 JAXA と国連宇宙部UNOOSA は国際宇宙ステーション ISS の日本実験棟希望から超小型衛星を放出する機会を提供するために2015年に開始された規模キューブプログラムの下で協力してきました。ここからは私の母の説明になります。ありがとうございます。Thank you so much. So from here, I'm going to take over and talk about Moldova as a great country. ここからは私の方がモルドバのブドウの国としてのについてお話をさせていただきます。So Moldova has a well-established wine industry, and it is in the top 10 destinations in the world, and it is the 11th largest European wine-producing country. モルドバの方はすでに長くワイン産業が発達している国であり、欧州の中で11番目のワイン産業が発達している国になります。It is the country with the highest density of vineyards in the world, and it is the sixth in EU, European Union, having vineyards area. ヨーロッパの世界の中でブドウ園の密度が非常に高い国としてモルドバは有名であり、EU の中でもブドウ園の面積としては6位にランクインいたします。As of now, in the country, there are almost 225 wineries, and there are about 980 companies and 6 educational institutions working on wine, wine tourism, and research and technology. 現在ワイナリー数としては225ありまして、その他980にも上る企業ですとか教育機関がワイン関連産業において研究ですとか技術開発に取り組んでいる状態です。We have so many wineries that almost 1 person in 4 is involved in wine production. ワイン産業はご紹介している通り大変盛んでありまして、モルドバの中で4人に1人の割合で何らかの形でワイン産業に関わっている形になります。The next slide talks about wine routes of Moldova. The wine route is part of European cultural route of wine and wine intervities, Le Chemin de la Vigne, promoted by the European Union and recognized as cultural route of the Council of Europe. モルドバのこちらの地図の方でもご紹介しています通り、ヨーロッパの中でモルドバの方では保護原産地呼称としてこれらの地域が登録をされていまして、欧州連合の中で、欧州評議会の文化街道として認定されている、はい、というふうに連合に改名している状況でございます。Next, there are 3 regions registered or in unprotected destination of region in Moldova, regions used for production of wines, and this is the central region, which is called Codru. These are the wineries which are in the center part, which are very few, the most famous. 中央部コドゥルという地域にはこちらでご覧いただいてますように16に上るワイナリーが点在しております。The next one is
Stefan Voda, which is located right here in the southeastern part of Moldova. And the last one is Valul lui Traian, the third region. 次に南東部のステファン・ボダという今右側のところの地域が、ステファン・ボダという地域になりまして、次にご覧いただいている下の南西部バルグルイトラヤンという地域がございます。Next, I'm going to talk about Moldova wineries. We have a lot of wineries, and it's a very popular tourist destination. However, I'm going to mention only 3. 次にモルドバのワイナリーについてご紹介をさせていただきます。モルドバのワイナリーは非常に有名な観光地にもなっていますが、今日は3つに絞ってご紹介をさせていただきます。So the first one is Mileshti Mich Winery. It is a very famous winemaking plant for its wineries and contains 2 million bottles of wine. It won the Guinness Award for having the largest collection in the world. The bottles are stored in 55 kilometers underground galleries, and the first bottle of wine was stored in 1968. まずはじめにこちらのミレスティミチワイナリーをご紹介をさせていただきます。こちらには200万本を超えるワインがこちらでご覧いただいている地下のギャラリーの方に 55km に登る広さの地下ギャラリーに保管をされておりまして、こちらのコレクションはギネスにも、ギネス賞の方も受賞しております。で最初に保管されたこちらのワインボトルの方は1968年に保管されたものになります。The next one is Krikova, the underground wine city. Krikova is the oldest wine cellar. It spreads out for nearly 120 kilometers of underground tunnels that are large enough for vehicles to drive through. 次にご紹介をするのはクリコバ地下のワイン都市になります。でこちらの方は今ご覧いただいている通り地下トンネルが 120km にわたってトンネルの中にわたっておりまして、そこは車も通れるほどの広さになっております。The tunnels were created when limestone blocks were excavated to help build the city of Chisinau, and it was converted into an underground wine cellar in the 1950s. 1950年代にこちらのトンネルを作るに際して石灰岩が取られて、それらがキシナウ市首都の、建築物の構造に使われる形となりました。The natural limestone helps to maintain a constant temperature of 12 to 14 degrees and humidity of 97 to 98%, which is a very good temperature for storing wine. And the tunnels are named after the wine that are kept there, like for example Cabernet Street, Chardonnay Street, or Pinot Noir Street, etc. Next, let's watch a small video of the Krikova winery. すみません。今のところご紹介させていただきます。石灰岩の方が非常に温度ですとか湿度の保管に適しておりますので、非常に良いワインを保管する環境が整っている形になります。でワインの種類もこちらのカベルネストリートですとかシャルネストリート、ピノストリートですかね、数多く名前が付けられております。And the last winery I'm talking is Castle Mimi. Castle Mimi is located in Bulbaca village, Aneninoi district, which is in the center of Moldova. It is actually not far from the place I was born, about 20 kilometers.
It is a construction initiated by the Moldovan winemaker Constantin Mimi in 1893. And because Mimi studied winemaking in France, Montpellier, the architecture of the castle was taken over from the French practice. 次に最後にワイナリーのミニ城というワイナリーの方を紹介をさせていただきます。こちらの方は私が生まれた町から20キロぐらいのところに位置しているところになります。でモルドバでは最初の本格的なシャトーでフランスで、ワイン醸造について学んだコンスタンチン・ミミのという方によって1897年に設立されているものです。Last year, on June 1st, 2023, at Castle Mimi was held a meeting of European political community where 45 heads of states of governments took part in. So this is the summit of European political community. こちらは昨年の6月に欧州の首脳たちが参集してこちらを会場に、政治の会合が開催をされました。The next is Moldova tourism. Moldova tourism is relatively new and it's a developing tourism industry, but it has shown significant growth in recent years. The first we'll talk about religion. The main religion in Moldova is Christianity, therefore is home to rich spiritual heritage with many churches and monasteries which are popular tourist destinations that tourists try to go to. 現在モルドバの方は観光業の方にも力を入れておりましてさまざまな観光地の方も開発をされているところでございます。まずはじめに宗教、キリスト教、正教についてご案内をさせていただきます。These are the most famous monasteries and churches in Moldova. The first one is Rudi Monastery, Kurki Monastery. This is a wooden church. Cave Church in Tsipova, which has become a UNESCO World Heritage. Martha and Maria Church and Cave Church or Hiuveki. Right here, this is the cave and this is a little church on top. こちらでご紹介をしております通り、さまざまな教会や修道院がございます。で左下のケーブチャーチの方は世界遺産の方にもユネスコの遺産の方にも登録をされております。一番右下の、ケーブチャーチというのは岩岩窟の修道院になっております。Orheiuveki. So Orheiuveki is a historical and architectural complex located in Orhei district, about 50 kilometers away from the central capital of Chisinau. The complex dates back in the 13th century. It is situated on a rocky hill. This is right here, and this one. And it has been made by the river railroad. Yes, even right here we can see the monastery which was built recently. The complex, it is a UNESCO World Heritage Site and is considered one of the most important cultural and historical landmarks in the country. 次にルフェルベキというケシナウ首都の方から約50キロ離れたところに位置する、歴史的建築複合施設の方をご案内をさせていただきます。こちらの歴史としては13世紀に遡り石灰岩の岩のところですね、ご覧いただいている石灰岩の壁のところに踏まれたような中世の修道院になります。こちらの方川に取り囲まれていて、モルドバの世界遺産の中でも最も重要な観光
In the valley of the Orhilvik, there are restaurants and pensions where people can go and spend the weekend with the family. It is, of course, a very popular tourist destination. Let's walk. こちらの方、今ご覧いただいてます通り、歴史的建築複合施設の中にはレストランですとかカフェのようなものもあり、人々が観光地としても楽しめるような地区になっております。The next destination is Fetesht Gorge, which is called Little Swiss. 次にフェテステイ渓谷、小さなスイスと呼ばれている観光地をご紹介いたします。This is still an unexplored area in the north side of Moldova. Fetesht Gorge is referred as Little Swiss because of its stunning natural beauty and its rugged cliffs and valleys. こちらの方はモルドバの北の側の方に位置するレピシェ渓谷で小さなスイスと呼ばれているまだ開発が進んでないような地域になります。スイスと呼ばれるゆえんはその美しい景色ですとかそういった風景環境のところから小さなスイスというふうに呼ばれております。Yeah, I haven't been there, but it looks like a perfect place for hiking, trekking, and walking around. 私自身はまだこちらを訪れる機会がございませんが、ハイキングやトレッキング等のアクティビティに大変最適なところではないでしょうか。The next presentation is about Manuk Bay Mansion. It is a mansion located in Hâncești, Moldova, which is the center of the country, and it is considered another most beautiful and important cultural landmarks in the country. 次にこちらでご覧いただいているマヌックベイマンションというモルドバの中央ですねの地域に位置する観光地についてご案内をさせていただきます。こちらもモルドバの中で最も行っていただきたいような素晴らしい観光地の一つかと思います。This was the residence of an Armenian merchant and diplomat, Manuk Emanuel Mirzoyan. He was given the title Bey by the Ottoman Sultan. In translation, Bey, Manuk Bey, means little prince. During the 19th century, the mansion was owned by the Russian Empire and was used as a summer residence of the Russian royal family. Was also the site of important political and social events. こちらのマヌックベイマンションというのはアルメニアの商人でかつ外交官であったマヌック・エマニュエル・ミルゾイアンの邸宅、住居として使われていたところです。でオスマン帝国のスルタンがその方にベイという称号を与えたんですけれども、このベイというのはリトルプリンス、小さな王子様、というような称号を授けられております。で19世紀にこちらの邸宅はロシア帝国の所有となりまして、そういうロイヤルファミリーの夏の別荘として使用されるとともに、政治的な会合の場ですとかそういった集まりの会場にも使われておりました。Next is Soroka Fortress. It is a medieval jewel. It is one of the largest and best preserved fortresses in Europe. It is situated on the bank of Dnistru River, which marks the border between Moldova and Ukraine. It was built by Stephen the Great in 1499 as part of the old medieval chain of castle fortifications along the river Dnistru, made for protecting the borders from Ottoman hordes. It has a massive square tower over the entrance and 4 smaller round towers around it. In 2000, Soroka Fortress was included in the UNESCO World Heritage, getting the recognition of its cultural and historical significance. 次にソロカ要塞の方をご
ご紹介させていただきます。中世の宝石とも呼ばれていて、欧州の中でも、最も有名で素晴らしい、要塞の一つと言えるかと思います。でこちらの方が、モルドバとウクライナの国境のドニエストル川の岸辺に位置しているものであります。でこちらにあります通り、4つの塔の中に小さい塔があるような厳格な建築になっておりまして、こちらの方が1499年にヒトゥバン大王にとって建てられたものになります。で2000年にはユネスコの世界遺産にも登録されていて、非常に文化的にも歴史的にも重要な建物、要塞になっております。That was all about tourism. Next, we are going to Moldovan festivals. これまで観光地の方をご案内をしてきましたが、次にモルドバのお祭りについてご紹介させていただきます。The first festival is Mărțișor, and this is arrival of spring celebrating. The 1st of March brings with it the beautiful spring, and we make ornaments, small items that we hang on each other's chest. Mărțișor is a Romanian word for martie, which means march, or little march. It is a symbol of revival of nature and marks the arrival of spring. It is an ornament made with intertwined red and white threads that means duality, life and death, health and disease, or purity and passion. 次に春の到来を祝う風習のマルチショールというお祭りをご紹介をさせていただきます。でこちらの方は3月になって春の到来を祝うお祭りでありまして、ルーマニア語でこのマルチというのをマーチ3月を意味しております。で人々がですね、皆さん赤い糸と白い糸を絡み合わせて作ったオーナメントを作って、それぞれの胸に飾って、お祝いをするものです。で赤と白の方がそれぞれ、生命と死ですとか、そういった反対の意味合いのものを意味する内容になって、お祝いをそれぞれ吊るしてですね、木に吊るしたりをして願い事をしているものでございます。They come in different shapes and sizes and are given to each other and worn out throughout the month of March. Then they are hung on a flowering tree, which is either a sakura tree or an apple tree. It has been included in the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage in 2017. こちらのそれぞれこの、オーナメントの方はいろいろな形やいろいろな大きさのものがありまして、3月の期間中に身につけて、その、3月の終わりにはリンゴの木ですとか桜の木に吊るして吊るす形をとっています。それで2017年にはユネスコの無形文化遺産に登録をされているような慣習お祭りになります。The next festival is Lavender Festival. This event is organized every year in June and is dedicated to health and beauty that comes from nature. For one day, people are invited to dress in white and come to a lavender field to relax by doing yoga, listen to live classical music in the lavender field, participate in aromatherapy sessions, and take lots of photos. Also, it is a chance for promotion of local brands and handicrafts. 次にラベンダーフェスティバルについてご案内をさせていただきます。毎年6月に開催されているイベントでして、人々が白い服を着てですね、自然の美しさ等をお祝いするようなイベントになっております。でこちらの会場の方ではヨガ
を参加をしたり、アロマセラピーを楽しんだり、生演奏を聴いたりしたりするところで皆さん時間を過ごしています。The next festival is Iamania Festival. A special place in Moldova's culture has a Romanian blouse called Ia, and the festival Iamania, it is dedicated to this blouse. It promotes the traditional hand-embroidered blouses and supports artisans who cherish this tradition. The festival was founded in 2013 and is a blend of fashion and national cuisine fare. 次にご紹介をさせていただきますのはイヤマニアフェスティバルというものでございます。こちらの方は伝統的なブラウスですね。今召しになられているブラウスの方はそれぞれ作られる方の伝統的なこういう技術をお祝いをしたりするような流れのものでして、2013年にこちらの、イベントフェスティバルが創設をされまして、それぞれこういった手芸の技術ですとか、あとお料理の方のお祝いも合わせてしているようなものです。The festival also features Mendria Pride, a competition for young designers to present fashion collections inspired by local traditions. 地元のですね、伝統芸能のそういった技術を生かした形で若い、デザイナーの方がそれぞれの作品を競い合ったりするような形をとっております。The next autumn festival is Bostaniada, Pumpkin Festival. In Romanian, Bostan means pumpkin. Bostaniada is an ethno-gastronomic festival which is organized annually on the last Sunday of September. This is a day to celebrate the strangest pumpkin, the biggest pumpkin, the smallest pumpkin, or the cutest pumpkin. And during this festival, only high-quality items and dishes are allowed, free of high sugar, salt, or fat content. So basically, it's a healthy festival. 次に秋のお祭りについてご紹介をさせていただきます。毎年9月の最終日曜日に開催されるかぼちゃのお祭りで、ボスタニアというのがルーマニア語でかぼちゃを意味します。でこのお祭りの中では形が変わっているものですとか、最も大きいかぼちゃ、最も小さいかぼちゃ等々ですね、そういったものが紹介されております。で合わせて非常に高品質な料理等も紹介されるんですけれども、ここでは健康が重視されますので、お砂糖やお塩、脂肪分を含まないような形の健康的なお料理がご紹介されております。The next festival is National Wine Day. Of course, for a country that makes a lot of wine, we must have Wine Day. It is celebrated every year on the first week of October in the square of the Great National Assembly. And on this day, the capital city and the whole country comes alive with wine-themed events and tastings. Wine producers from across the country come together to show their achievements over the years. And while visitors have the opportunity to participate in wine tasting, master classes, craft workshops, and enjoy artistic programs with singers and music bands from all over the country. 次にご紹介させていただくのはナショナルワインデーです。ご紹介しておりました通り、ワイン産業が非常に盛んなモルドバの非常に重要なお祭りになります。毎年、10月の第1週に首都の大国民、議会広場で開催される恒例の行事になっておりまして、国中からワイン産業の関係者の方が集まってモルドバの人々がそれぞれ楽しむようなイベントになっております。会場ではワインの試飲ができたり、マスタークラス、クラフトワークショップといったものに参加ができたり、そ
ろいろ音楽バンドが集まったりするようなイベントも開催されております。And after drinking a lot of wine, of course, we have to do some sports. And this is Hello, We Run Wine Racing Race. ワインをたくさん飲んだ後には何かしら体を動かさないといけないかと思います。次にご紹介させていただくのはハロウィンにかけてるんですかね。ハロウィンランですね。ハロウィンにかけてるんだと思いますが、ワインランニングレースになります。Today, actually, this event takes place today. This is the advertisement that is going to be 26 October 2024. So probably it is already starting. まさに今日ですね行われているもので、おそらくもう現地で始まっているかと思います。Hello Iran, it is a relatively new event and it is organized by Krikova Winery that I mentioned before, and it is the most cheerful masked marathon. The runners are equipped in their Halloween costumes and run a distance of 5 or 10 kilometers underground Krikova galleries. The roads are specially made very spooky to honor the event, and at the end the winners get a unique medal, sparkling or milled wine with the traditional Moldovan placenta that I'm going to talk later. 先ほどご紹介いたしました、クリコバワイナリーが会場にこちらのワインランニングレースは行われます。ご案内をした地下のギャラリーのところをこういったコスチュームで着飾ったランナーたちが走るような流れになっていて、地下の中もいろいろ装飾が施されております。So next we are moving to daily life, but daily life is nothing else but shopping and food. 次に日常生活、お食事ですとかショッピングについてご案内をさせていただきます。Although there are a lot of supermarkets in Chisinau, the capital, and other cities, in towns, Moldovans find a special pleasure in shopping at the markets. We even have a saying like La Piazza, at the market. This at the market is even a special event, especially in the villages. The market is held only once a week and usually on Saturday. At the market, one can find a broadest range of seasonal fruits and vegetables. Usually, they are abundant from spring to late autumn. These are photos of the central supermarket of the Chisinau with different vegetables and fruits. Yeah? And this one is displayed at the supermarket. Besides food, we also love to do shopping at mall. This is the biggest mall and the first mall built in Moldova, which is near the center city of Chisinau. こちらで、モルドバでのお買い物についてご紹介をさせていただきます。キシナウ市はもちろん他の都市にもスーパーマーケットがありますが、人気があるのが市場ですかね。毎週土曜日にいろいろな地域で市場が立って皆さん、季節の野菜ですとか果物を買うのを楽しんでいます。で右下のお写真、右の、下の真ん中でご紹介しているのがいわゆるスーパーマーケットで、一番右下のところでご案内をしているのがキシナウ市の中央に位置する、初めてで最も大きいショッピングモールになります。We have a variety of fruits and vegetables because our soil is a black soil called Chernozem, and there are almost the same fruits and vegetables that we find in Japan, but like for example there is nettle, this is nettle, and this is ramson. Ramson is wild garlic,
And Neto, I think in Japanese is irakusa. We cook it in the springtime, especially. Then we have the usual potatoes, carrots, onions, etc., cabbages, cherries. We have cherries similar to Japan. Also, we have sour cherries, which in Japan aren't there. 次に、モルドバの、土地は非常に肥沃であって黒い土ですかね、黒い土壌に恵まれていますので、さまざまな野菜や果物が育ちます。右上、左でご覧いただいているのがレッドルとラムソンというもので、ワイルドガーリック、はい、ニンニクですかね、日本で見るような、あと、はい、イラクサですかというもので、こちらの方は春の野菜でお料理にも非常によく使われます。真ん中の上のところがじゃがいも、人参、玉ねぎといった日本でもご覧いただけるものであります。さくらんぼも日本にもありますが、一つ有名なのがサワーチェリー、少し酸っぱいようなさくらんぼもございます。The same, we have a lot of prunes, strawberries, blackberries, and quinces. Quinces aren't in Japan as well, so far as I know. 左側真ん中がプルーンですとか、ストロベリー、ブラックベリー、クインシーズっていうのはthey are hard and sourish, and we make mostly jam. They give a very rich aroma in jams. These are apples, apricots, and walnuts. Walnuts, in 2017, Moldova has ranked 7th among the world walnut production. こちらでリンゴ、あんず、あと右側のくるみですね。2017年には生産量が世界第7位にランクインいたしました。I would like to do some price comparison. These are prices per kg in Moldovan lei into Japanese. The first is apples, bingo. 1 kg of apples will be like 20 lei, that is the equivalent of 160 yen. But in 1 kg, that would be 2 to 3 apples, medium-sized apples. 次に価格の比較をしてみたいと思います。例えばリンゴでいくと1キログラムですかね、あたり、2、3個ぐらいで160円ですとか、それがモルドバのレーという価格の単位だと20モルドバレーになると思います。These are nectarines. We love nectarines and we buy them, especially in August, we buy a lot of nectarines and the price is about 300 yen per kg, that is 33 lei in Moldovan lei. モルドバで8月によくよく食べる機会がありますが、日本円300円で1キロあたり33モルドバレーに該当します。These are cherries for 1 kg, potatoes, onions, or milk, sour cream. We love to eat sour cream, therefore it is quite expensive. But it is not as sour as it sounds compared to Japanese sour cream. モルドバでは非常にサワークリーム人気で、日本ではちょっと割高に感じますけれども、ちょっと日本のものはモルドバのサワークリームに比べてそこまでサワーではないという印象です。
Then cottage cheese, we also use a lot of cottage cheese. We love it. That is also quite expensive. In Japan, the same is quite expensive. But compared, if a Moldova is approximately 700 yen per kg, in Japan 200 grams would be about 500 yen. チーズの方もよくモルドバでいただくんですけれども、日本だと非常に高い5倍ぐらいぐらいの値段価格のイメージがあります。And the last one is flour, because as in Japan we use a lot of flour. 1 kg is about 100 yen. 小麦粉が1キロ分あたり100円ぐらいでしょうか。これがモルドバでですと12円。But just to mention that these are prices compared to the income. So even though it appears to be quite cheap for Japan, it is not so cheap for Moldovan income. それぞれ、日本とモルドバでは、収入ですとかも違いますので、ちょっとこちらの比較が必ずしもするものではないかもしれません。Okay, and food, Moldovan cuisine. I'm going to talk about traditional cuisine are the foods made of cereal, animal products, vegetables, and fruits. Moldovan food is a blend of Romanian, Ukrainian, Turkish, and Russian influences, and the cooking methods are roasting, boiling, frying, or baking. これからモルドバ料理のご紹介に移りますが、料理はそれぞれルーマニア、ウクライナ、トルコ、ロシア等々さまざまな国の影響を受けております。で、調理方法も茹でたり、焼いたり茹でたり焼いたりローストしたりというようなさまざまな調理方法を使っております。Let's dive a little bit in some recipes. This is mamaliga. Mamaliga is a corn dish with the consistency of boiled rice. The dish is cooked until it is very thick, usually served with mujdei. Mujdei is a garlic sauce with sheep's cheese, which is salty, and pickles, meat stew, fried fish, scrambled eggs, or mushroom stew. まず最初にご紹介いたしますのがママリガというもので、トウモロコシの粉を茹でた形で作るものです。で、通常ムズディと呼ばれるガーリックソースですとか、少し、酸っぱいサワーな羊のチーズですとか作ると一緒に食べることになります。The next are sarmale, stuffed cabbage rolls. Is also one of the most popular Moldovan dishes, and because it takes time to prepare and to roll each cabbage roll, it is usually made on festivals, anniversaries, and weddings, but of course we sometimes make it on the weekend. 次にご紹介させていただくのはやはり非常に人気のサルマレというロールキャベツのようなものですかね。いろいろ手間もかかりますので、特別な結婚式ですとかお祭りの時、週末にも作ったりいたします。It is made with cabbage roll, cabbage leaf, or vine leaf, grape leaf. こちらの方はキャベツの葉っぱに包んで作る形もありますし、ワイン、ブドウの葉っぱで作るような形のものもございます。It is made with rice mixed with minced meat, vegetables, and wrapped in cabbage or grape leaves. We stew it with tomato base, and we serve it with sour cream, of course. こちらの方はお米とひき肉と野菜を混ぜてキャベツあるいはブドウの葉っぱで包んだものをトマトベースのスープで煮込むような形で、サワークリームを添えていただくのが一般的です。
The next dish is placinte or Moldovan pies. They are the staple food and one of the most iconic dishes in Moldova. Wherever you go in Moldova, you will eat placinte. It is prepared during special occasions such as weddings, holidays, and family gatherings. And each Moldovan makes the pies differently. Some use butter, others use oil, lard, baking soda, or yeast. And even the shape can be different. Round, half-moon shaped, spiral, or turnovers. 次にご紹介させていただくのはプラツィンテと呼ばれるモルドバの定番料理のパイになります。でこちら皆さんモルドバに行かれたら必ずご覧になられるような料理の一つです。で結婚式ですとかそういう集まりにも作られますし、それぞれの家庭でどういった形で作るかそれぞれ違っていて、油もラードであったりイーストを使う方もいれば形もそれぞれのお家で違うので丸い形であったり、螺旋型の半月形のものだったり様々でございます。So, the next one we have soup called ziana. This is a chicken soup that means a lot to us Moldovans. This is nutrition, healing, tradition, celebration, everything in the same dish. It is served before anything else at a meal, and its basic ingredients are chicken, typically, homemade noodles, teiței, and a plant known as lovage. Lovage is something similar to celery. 次にご紹介させていただきますのがゼアマと呼ばれるチキンスープになります。でこちらの方はいろいろなお料理の前に必ず出されるようなものでして非常に栄養満点で癒やしですとか伝統そういったものがこれに詰まっているように考えられるかと思います。で通常鶏肉と自家製の麺タイツェイという自家製の麺とラビッチと呼ばれるセロリのような植物が入っていることが一般的です。May I mention that this photo is originally made by my grandmother, and the teiței are also made by my grandmother. こちらでご紹介させていただきたいのがこの写真は私の祖母が作ったものでして中の麺ですねご覧いただいているタイツェという自家製麺も祖母が手作りいたしました。The next food is called sonash. If in Italy there are ravioli, Japan has gyoza, but we have called sonash. It is another cherished dish in Moldova cuisine that is usually made by the whole family, adults and children alike. They are, the kolsonash are stuffed with cottage cheese, potatoes, and even sour chilies. 次にご紹介させていただくのがコルツナーリスと呼ばれる、餃子です。でイタリアではラビオリ、日本では餃子と呼ばれて、ロシアだとペイメニと呼ばれているかと思います。でこちらも非常にモルドバの有名な大事な食事の一つで家族全員が一緒に作るような形です。で中にはカステージチーズであったりじゃがいもあるいはサワークリームを入れたりするさまざまなものがございます。The next one is pickled watermelon. We consider that all pickled vegetables are a joyous addition to every meal, but pickled watermelon just brings a special delight to our senses. Usually, are picked for pickling are picked the smallest and the last watermelons of the season that have the dark green skin. 次にご紹介をさせていただきたいのがスイカの漬物になります。モルドバではさまざまな漬物を、食事と一緒にいただきますが、中でもこのスイカの漬物は特別なものとして特別なものとして季節の最後にスイカですね一番小さくて皮が濃い緑色のものを使って作るケースが一般的です。May
you can challenge yourself to make pickled watermelon. That is the recipe. You need just the smallest watermelons, garlic, celery, salt, sugar, and citric acid. ぜひ皆さんもご自分で作られてみてはいかがでしょうか。レシピも載せております。で、小さいスイカとガーリックですね、ニンニク、それからセロリ、あと、塩と砂糖と少しレモンのようなレモン水分のもので簡単に作ることができます。And of course, we do have sweet dishes. This is the most famous sweet dish, kushmaloi gugutsa. Kushmaloi gugutsa, it is a famous traditional dessert, and it is a perfect reflection of Moldovan spirit. Gugutsa's hat is called this way due to a folk story written by Spiridon Vangelis. He is a national writer. Gugutsa being the main character, a small shepherd with a very big traditional wool hat who wanted to protect his village from the harsh cold winter and feed everyone under his hat. This is the Gugutsa, and this is his hat. 次に甘いものをご紹介させていただきたいと思いますが、ツーマルイウブッツァと言われているモルドバの伝統的なデザートになります。で、こちらの方はモルドバの、民話ですね、ブブッツァの帽子、スピリトン・バンゲリさんという方に書かれた民話にちなんでこのように呼ばれていて、こちらでご覧いただいている通り、主人公が厳しい寒さから村の人々を毛糸の暖かい帽子の下で、温めるようなお話にちなんだお菓子になっております。The filling it is with sour cherries inside. We make 15 rolls that we stack on each other, and on top is covered with sour cream. Therefore, sour cream is very important in Moldova. こちらの方は中身は、サワーチェリーを使いまして、ご覧いただいている通り層のような形で包んでいきます。でもちろん最後には先ほどもご案内いたしました人気のサワークリームを乗せるような形で作ります。And come to the last page of my presentation. We talk about traditional costume. The traditional costume of Moldova is the reflection of country's cultural heritage and is still worn by many people today. But it is worth mentioning that during Soviet Union, it wasn't allowed. We were basically not allowed to wear our traditional costumes except on stage or a concert. 私のプレゼンテーションの最後には民族の衣装をご紹介したいと思います。で、こちらの方は非常に我々の文化的な伝統を表しているもので、今でも人々が着ているものですが、一つお伝えしたいのがソ連の傘下にあった時にはこういった民族衣装を着ることは認めておられておらず、ステージの上と特別なイベントの際のみ着ることができる状態でした。The main and the most decorative piece of the traditional costume is the woman's blouse called Iye. And the altitsa, this is a rectangular piece on the Iye, on the blouse. It is not a part. This is not a part of the whole sleeve, but it is an addition to the shirt. And this altitsa was registered as UNESCO as an intangible cultural heritage in 2022. こちらで注目していただきたいのが民族衣装の中の女性が持っている腕のところにある部分ですかね。こちらのものでブラウスの一部と色が付け加えたものになっておりまして、こちらの方が2022年にユネスコの無形文化遺産にも登録されております。And the last
last one, this is the traditional blouse that I made. It was originally inspired by the blouse which is 100 years old model displayed at the National Museum of Ethnography in Chisinau. This is the old model, and this is the blouse that I made, which I'm wearing today. 最後に私が自分で作った家をご紹介させていただきます。上の真ん中の写真のものが国立民族学自然博物館に展示されている100年前に作られたものになりますが、そちらからインスピレーションを受けて自分で作ったものがこの写真でご案内しているもので、今日私自身が着ているものがこちらの手作りの家になります。I have to say that it took a long time, 13 months. 13ヶ月かけて作り上げました。And here we have used different signs and different stitches, sewing techniques. I used the chain stitch, border stitch, half cross stitch, flea stitch, and cross. こちらのそれぞれさまざまな形の刺繍になっていますが、刺繍の手法もいろいろなんていう表現ですかね。その刺繍の手法もいくつかを使い分けて作り上げているものです。And some few greetings in Romanian. Konnichiwa will be bună ziua. Arigato. Mulțumesc. Hai. Da. Ie. Nu. Arigato gozaimasu. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție. ありがとうございました。ちょっとお時間あまりないんですけれども、せっかくなので質疑応答の方も受けさせていただきます。質問のある方、ぜひ大使の方いらっしゃってる。マイクいいです。これで。向こうの向きでちょっとマイク用意しておいていただきたいので、すいません。Thank you very much. Thank you very much for your kind introduction to the Republic of Moldova. So, one question: how many is world heritage? For instance, so this picture and Uti culture church, for instance, in this. So, how many world heritage? Republic of Heritage. For instance, Uti Church and Torres. So how many? Nature heritage, architecture heritage, how many total? For instance, and Uti Church is placed this one. For instance. You mean wooden Yes, yes. How many in UNESCO registered? Okay. As far as I know, there is Jorge Uve. The architects and wooden church. Wooden church. Yes. How many? Well, the wooden churches are not many have been preserved. Yeah. Because it's wooden, of course. And Maybe has 20. No, I wouldn't say so. Because this wooden church is in Yes. Chisinau, but it was brought Yeah. to Chisinau because the original place was somewhere else. Yeah. She was brought and she was rebuilt Yeah. there. But it has, I think it has around 300, 400 years. Because wood doesn't survive that much. So there is many more wooden churches in Romania. There is a region. Maybe 20th century. No, 12th century or times is Yes. Woody Church
Yes, Yeah. in Romania there is more preserved, but in Moldova there is just a few of them. Most of our churches and monasteries are from stone that have been preserved a lot. We had a lot of wars in our history. Yeah. So the Russians and the Turks fought on our land. So there was a lot of burnings, cities burned, churches burned. So not a lot has remained beyond 1700. Yeah. So Thanks. that's the main. Another question. Yes. So Moldova is a wine product, Yeah. very famous in the world. So Moldova nation located in north latitude 47. So Yes. yeah. So French is many kind of winery. It's the same latitude. Why is this wine product is? Why? Yes. Why one product is Yes. famous? Yeah, he says that if we are on the same latitude as French Yes. wineries, so Why is that? フランスの有名な都市ではだいたいモルドバと同じ Yeah. 北緯47度ぐらいなんですよ。なのでどうしてそのぐらいの北緯でワインが有名になったのかなと思って、どうしてですね、ワインの醸造に対してです。 maybe Erena's can tell her. どうしてでしょう。 Why it is of the same Temperature? level? Because Temperature is temperature. humidity? No. No, there is no humidity. We do not have Rainy, humidity. not Weather rainy. is very good and not so much rain. So we have all 4 seasons. Yeah. Therefore, the temperature is, and even the soil is very good to make the grapes grow well. So that is I can answer. Yes, and there is of course less rain. Suitable in the wine products in latitude, north latitude. Well, I For think instance, this is or a very good 47. question. Yeah. Very good question for a wine producer, winemaker. So I'm sorry, I cannot answer Yes. this Sorry. question. I'm not. I said before. I can give my opinion, but I'm not an expert again. So, as far as I'm aware, there are a lot of factors. Yeah. So we have a good soil, we have good climate, we have a lot of sunshine, and it's not, yes, and it's not that humid like Japan. So yeah, it's the same latitude as the French wineries, more or less. So I think a lot of actually good wineries, not only in France and Moldova, but around us, are also on this latitude. So I guess it's a combination Yeah. of factors. Thanks. So, sorry, last Yes. question. As we know, so during the Ukraine war, so one question. Now Moldova is public security. How is house security in Moldova? Yes, I can answer this. Well, So far, citizen right, and crime and another problem nowadays. okay, the security situation is good right now. It's thanks to the Ukrainian resistance. The war is far away from us. There was a big fear in the beginning that the Russians will get to Moldova, but so far Ukrainian soldiers have fought well. We are supporting the Ukrainians, the Ukrainian refugees. There's still a lot of them in Moldova. A lot of support has been from Japan, well, a lot, and from the Japanese people. For instance, Erenasan has said, Yeah. our embassy has received the most donations from the citizens of the country, from all the embassies of Moldova. So the Japanese people donated the most for the Ukrainians, the refugees. So
So there is that. So basically, so far it's quiet, it's peaceful. You can fly easily to Moldova. You can travel easily. So feel free to come. So far so good. Thanks. Thank The end. Thanks. Thank you so much. 今のご質問、簡単に1つ目が木造協会はどのような状況ですかということで、一つ有名なのをご紹介いただきましたけれども、木なのでいろいろ長く持たないケースもあるので、ルーマニアの方がもう少し木造建築の教会が残っているケースがあります。モルドバの方も移設をして残しているものが今日ご案内したようなものになりますということをご案内いただきました。2つ目のご質問でモルドバのワイナリー有名でフランスも同じような緯度47度でしょうかということで、共通点とちょっとご質問をいただきまして、いろいろ日照ですとか土ですとか湿度ですとかそういう共通項目があるのではないかということでお答えいただきました。最後にウクライナ、ロシアの戦争の影響ということでご質問いただいた中、今のところ、ウクライナの方が国境のところからも守られているのでモルドバの方の影響は最小限にとどめられていて、日本から来ていただいても安全な状態ですということをお話しいただいて、あと大使館の方に集まる寄付が日本からもかなりあるということでちょっとおっしゃってくださいました。もう一問だけ、もう一つだけ、はい、これでおしまいしたいと思います。Thank you very much for your presentation. I would like to ask about the relationship with Romania. So I remember soon after Soviet Union collapse, people wanted to unite with Romania. So how is the current situation? That's one question, and there are two more questions. Sorry about that. And many years ago, about 400 years ago, so Ottoman Empire conquered those regions. So is there any culture influence, Turkish culture influence? And third question is about Transnistria. So how can you get to Transnistria? You need a visa, or and people living in Transnistria are only Russian people, or are there any Ukrainian, Romanian people? That's my third question. Thank you. I think Erena's to talk about the Turkish influence. But I will start with your first question about the unification with Romania. Yes, there is a still strong majority, but a strong portion of the population still in favor. It's not yet 50%, but it's close. So far, no real steps have been taken into this direction, because there is the majority of people still want an independent Moldova. So our goal now is to join the European Union, which will mean that we will be together with Romania inside the European Union. So yeah, that's basically it. So far it's a strong current. A lot of people are of the opinion that we should be united, but the majority is still wants an independent Moldova. 1つ目のご質問で、ルーマニアとの関係性ということで、今もモルドバの方々が、ルーマニアと統合するようなことを望んでいらっしゃる方がいらっしゃるということで、多くの、50% 近い方々が望んでいるとも言えますけれども、今の方向性としては、ルーマニアもそうですけれども、EU の方に統合していくような形で進んでいるところで、まだ半分近くの方はモルドバとして独立することを望んでいるということが言えるかと思います。The second question regarding the Turkish influence, indeed we do have a lot of Turkish influence due to the
Ottoman invasion many centuries ago. For example, the food, as I mentioned before, sarmale are a Turkish influence. So, and many other influences, like for example, some traditional costumes, patterns are also influenced by Turkish Empire. And also a few words in Romanian. So, have remained from Turkish language. There's been quite the influence. 2つ目のご質問で、400年前、トルコ、オトマントルコ帝国の傘下にあったわけですけれども、何か文化的な影響が残っておりますでしょうかというご質問をいただきまして、一つお料理、先ほどご紹介したサルマーレですとか、あと民族衣装等のああいう形のところとか、そういったものにも残っているというようなことでご紹介いただきました。And the third question about Transnistria. You can enter that region. It's not controlled by our authorities. Our police does not have access there. So, I mean, people have traveled there. You can find vlogs on YouTube, a lot of them. So, it's more or less secure, but you won't have the contact with our police in case something happens. So it's, in a way, it's a bit risky, but so far has been quiet. So people have been traveling to that place. You just need your passport. They will ask for your passport at the checkpoint. But yeah, it's a part of Moldova, but we cannot control it so far. So we hope in the future we will solve this issue. But if you want to travel, it's possible. Yes, I wanted also to mention that it is an ongoing conflict with Transnistria. It's a frozen conflict, and even though we can travel there without having visa, still many people are quite uncertain due to the conflict that is going on. Therefore, just be careful. というふうに質問いただいたのがトランスニストリア地域の治安ですとか、ビザなしでご訪問いただけるかということで、モルドバの警察もそこには立ち入れないような状況で、ただビザを持って入国自体はしていただくことができますけれども、必ずしもまだ紛争の影響で治安がいい状況ではないということでご紹介いただきました。すみません、ここにて終了とさせていただきます。改めて、講師の皆さん方に拍手の方